9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラマ FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。鹿児島県日置市で西酒造株式会社が運営する御嶽蒸留所は、ロンドンで開催されたワールドウイスキーマスターズ2025のジャパンシングルモルト部門において、ジャパニーズシングルモルトウイスキー御嶽2025が金賞を受賞しました。ワールドウイスキーマスターズは、スピリッツ業界誌スピリッツビジネスが主催する国際的なウイスキーコンペティションで、世界中の優れたワールドウイスキーブランドを見出し、称えることを目的に開催されており、審査は一流のスピリッツ専門家たちによるブランドテイスティングで行われます。今回受賞したジャパニーズシングルモルトウイスキー御嶽2025は、自社蒸留の原酒のみをバッティングしています。180年の蒸留技術をすべて活かし、自社で培養した酵母、厳選した二条大麦、計算し尽くした蒸留技術によって完成したニューポットを、それらシェリーバットで5年間熟成させたウイスキーです。アジアワールドスピリッツコンペティションでも金賞を受賞しており、世界のウイスキー愛好家が注目しているジャパニーズウイスキーになります。機会があれば飲んでみたいですね。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。スコットランドスペイサイドのグレンアラヒー蒸留所が手掛けるピーテッドシングルモルトシリーズミークルトールから初となるシングルカスクボトルが登場しました。発表されたのは蒸留所限定の2018ペドロヒメネスシェリーホグズヘッドとオンライン限定の2019オロロソシェリーホグズヘッドの2種類です。いずれもマスターディスティラーのビリー・ウォーカー氏により厳選された特別な樽で、自然なカスクストレングスでボトリング。原料にはアイラ島とは異なるセントファーガス産のホンドピートが使用されており、より甘く大きなスモークを特徴としています。2018ペドロヒメネスシェリーホグズヘッドは、ファーストフィルのシェリーダルで7年間熟成。イチジクジャム、ローストヘーゼルナッツ、蜂蜜のようなスパイス、さらにチョコレートやマジパン、柑橘の甘さが重なる複雑な風味が魅力で355本限定。アルコール度数は 59.9%、ビートレベルは 44ppm、蒸留所のみでの販売です。2019オロロソシェリーホグズヘッドは6年間の熟成を経て、タバコやイチジク、オレンジの香りに加え、モカや焼いた蜂の巣、スモークフルーツといった風味を含む豊かな構成。357本限定でアルコール度数は 60.5%、ピートレベルは 47ppm。こちらはグレンアラヒーの公式オンラインショップ限定で販売されます。ビリー・ウォーカー氏はコメントで、シグネチャーであるスモーキーさとシェリーダル熟成による奥深さが見事に調和していると述べ、まるでカスクから直接味わうかのようなピュアで正直なウイスキーに仕上がったと語っています。両製品はノンチルフィルター、ナチュラルカラーでボトリングされており、160時間という長期発酵により、より複雑で果実味のある味わいが引き出されています。希望小売価格はいずれも 75.99 ポンド。今回のリリースはミークルトールシリーズにとって重要なマイルストーンとなるもので、今後は選ばれた海外市場においてもシングルカスクリリースが予定されています。大人気蒸留所であるグレンアラヒーからの新作ウイスキーに関するニュースでした。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はグラスゴー蒸留所からグラスゴー1770オリジナルです。2012年、創業者リアム・ヒューズ氏とマイク・ヘイワード氏はシングルモルトウイスキーの蒸留をグラスゴーの町に取り戻すという使命を掲げ、グラスゴー蒸留所を正式に設立しました。社名はスコットランドで最初に免許を取得した蒸留所の一つであるオリジナルのグラスゴーディスティラリーにちなんで名付けられました。この伝説的な蒸留所はノンピート、ピーテッド、そしてトリプルディスティルされたシングルモルトを製造しながら1902年にその歴史を閉じました。そして2012年、100年以上の時を経てリアムとマイクによって蒸留所の構想が本格的に動き出し、その志が現代によみがえることになりました。今回ご紹介するグラスゴー1770オリジナルはシグネチャーレンジを構成する3種のうちの一つであり、フラッグシップシングルモルトスコッチウイスキーです。このウイスキーはノンピートモルトを使用し、2回蒸留されたフレッシュでフルーティーな味わいが特徴です。ファーストフィルのバーボンダルで熟成され、さらにアメリカンオークのシンダルで6ヶ月間フィニッシュ。樽由来の深い風味が層を重ねます。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は鮮やかなゴールドですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートはドライフルーツの香り。ミドルノートはトロピカルなニュアンスにビスケット。ラストノートは青草のニュアンスが優しく広がります。では味わってみたいと思います。口当たりはソフトでボディはミディアム。甘口のバタースコッチにキャラメルの香ばしさ。デーツ、レーズンの甘酸っぱさにアーモンドや蜂蜜のコクが心地よく。フィニッシュはリッチなオレンジマーマレードの風味。ほのかな木のニュアンスにナツメグのような。わずかなスパイスがアクセントとして余韻に続きます。これはフラッグシップなだけあってローランドモルトの美味しさが詰まった味わいになっています。日本への正規輸入ルートが確立しておりませんので、並行でしか見かけられないのが残念ですね。フルーティーな飲み口で甘く、アーモンドと蜂蜜のコクによる素晴らしい飲み応えでした。飲み方としてはストレートもいいですが、ロックでも楽しめそうな気がします。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはグラスゴー蒸留所からグラスゴー1770ピーテッドをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。
お相手はシーカーでした。